皆さんごきげんよう。三輪明宏でございます。今日はね、品格と社会という聞いただけで眠くなりそうなテーマをあえてぐった切って差し上げますよ。最近あちこちで世の中がギスギスしてる、他人への思いやりがなくなったとか統計まで持ち出して大騒ぎしてるようですけれど、私はこう思うんです。今更何を言ってるのかしらと。もともと人間なんてそんなに立派な生き物じゃありませんよ。ただ昔はそれを自覚して恥を知って多少は慎んでいた。それを品格と呼んでいたに過ぎません。ところが最近は自分の未熟さを自覚しない人が増えた。自覚しないから反省しない、反省しないから成長しない。結果として社会全体が幼稚になってる。それを私は問題だと言ってるんです。品格というのはね、高価な服でも立派な肩書きでもありません。心の中に他人への思いやりと自分への厳しさ、その2つが同居しているかどうか、それだけの話です。他人には優しく、自分には厳しく。それができない国はいくらビルを建てても道を舗装しても心は貧しいまま。よく日本は豊かな国だと言いますけれど、今の様子を見ていると私には貧しさの方が目につきます。物は溢れているけれど言葉は痩せている。情報は氾濫しているけれど想像力は干からびている。礼儀は形式だけ残って中身の思いやりが抜け落ちている。これのどこが豊かなんでしょう。笑わせないでいただきたいです。今の世の中を見ていますと、皆さんやたら正しさにうるさいでしょう。誰かが一言気に入らないことを言ったら大勢で寄ってたかって叩く。不謹慎で配慮がないと旗を振って自分が一番正しいとアピールする。でもね、本当に品格のある人はそんなことなさらないんです。品格というのは自分の中に静かな基準を持つということ。他人を裁くためではなく自分を正すための基準です。それを今の人たちは勘違いして他人を攻撃するための武器にしている。言葉狩りにしてもそうです。もちろん差別的な言葉をなくしていくことは大切です。でも言葉だけを取り締まって心の中はそのまま放置。それで何が変わるんですか。口ではきれい事を並べておいて心の中では軽蔑や嘲笑が渦巻いている。その方がよほど下品です。私の若い頃なんて今よりよほど露骨な差別も偏見もありました。でもだからこそどう生きるかを一人一人が真剣に考えたんです。私が自分の性を公表した時も石を投げられるような時代でした。気持ち悪い変態だと面と向かって言われましたよ。けれど私はこう言い続けたんです。人間同士が愛し合うことのどこがいけないのかと。あの時代に必要だったのは流行の言い換えではなく相手を人間として見る品格でした。今も本質は変わっていません。皆さん品格ある人っていうとどんな人を想像しますか。姿勢が良くて言葉遣いが丁寧で身なりもきちんとしていて、もちろん大事なことです。でもね、それだけならちょっと上等な着せ替え人形と同じです。私から見れば、本当の品格というのは自分の都合より相手の心を一瞬でも優先できるかどうか、そこにつきます。電車の中で具合の悪そうな人にさっと席を譲る。道で困ってる人に自然に声をかける。相手が弱ってる時にあえてきつい言葉をぶつけない。そういうささやかな行動にその人の品格は出ます。忙しいから知らなかったからで見て見ぬふりをしてるうちに自分の心は確実に貧しくなっていくんです。面白いことにね、国の豊かさも同じです。よく経済成長が生産性がと数字の話ばかりしていますが、その割に道に落ちた一つのゴミを拾う人はそう多くない。お金は稼ぎたがるのに責任は引き受けたがらない。自由だ個性だと叫ぶ割に自分の言葉と行いに責任を持たない。そんな社会が本当に豊かなはずがないでしょう。私は長崎で原爆が落ちた町をこの目で見ています。家も町も人の命も一瞬で消える光景を経験するとね、人間が本当に頼れるものが何かとてもよくわかるようになります。お金も肩書きも建物も全部吹き飛びます。最後に残るのはその人がどう生きたか、その品性だけなんです。誰かのために祈ったか、誰かの痛みを想像できたか、自分の癒しさとちゃんと向き合ったか、それがその人の核です。今の日本はその核の話を避けて数字の話ばかりしている。国の借金が何兆円とか、株価がどうとかもちろん大事でしょう。でもこの国の人の心の品位は世界何位ですと誰も数えてくれない。だから皆さん自分の心の決算をサボっている。赤字だらけなのに気づかないふりをしている。おかしな話です。さてここからは少し耳が痛いかもしれませんがお聞きなさい。
最近社会が悪い、政治が悪い、教育が悪いと何でも誰かのせいにする人が多いでしょう。でもね、社会っていうのは皆さん一人一人の鏡なんです。町に下品な言葉が増えたなら、それはその言葉を使う人間が増えたというだけの話。世の中が無責任になったなら、それは自分だけならいいだろうと思う人が増えたということで、つまり社会の品格が落ちたというのは私の品格も落ちてるかもしれないという警報なんです。本当はね、そこから目をそらしてはいけない。自分の心の中のずるさ、卑しさ、嫉妬、見栄、全部まとめてしっかり見つめて、あらやだ、私ってこんなに下品だったのねと笑える人、それが品格のある人なんです。完璧な人間なんていないんですから、問題は欠点を隠すか育て直すか、その違いです。ではどうしたら今の社会に少しでも品格を取り戻せるのか。私はとても簡単なことだと思ってます。第一に言葉を丁寧にすること。おはよう、ありがとう、ごめんなさいをちゃんと言うこと。誰かの仕事や時間を当たり前だと思わずに、助かりました、お世話になりましたと言葉にする。これはお金も時間もかかりませんけれど、やらない人が多い。本当に惜しいことです。第二に他人の領域に土足で踏み込まない。これも大切です。親だからといって子供の人生を支配していいわけではない。恋人だからといって相手の過去を全て白状させる権利はない。友達だからといって何でも言っていいわけでもない。品格というのは踏み込んではいけない一線を感じ取る感性です。恩着せがましくこれだけしてあげたと言い立てる人はどこまで行っても下品です。さりげなくそっと相手が気づかないくらいに手を差し伸べるのが美しいのです。第三に自分の機嫌は自分で取る。これも大事。イライラをそのまま家族や部下や店員さんにぶつけているようではいつまでたっても心は子供のままです。大人なら自分の感情の尻拭いは自分でする。それが品格です。八つ当たりをしといてストレスが溜まっていてと言い訳するのはただの甘えです。ストレスが溜まっていようがいまいが他人を傷つけていい理由にはなりません。そんな当たり前のことすら忘れてるから社会が息苦しくなるんです。ここまで聞いて、いや理想論だと笑った方もいるでしょう。でもね、歴史を見れば分かります。どんな時代も本当に世の中を変えてきたのは権力でもお金でもなくたった一人の品格なんです。宗教家でも思想家でも芸術家でも自分の信じる美しさを貫いた人の周りに人は集まり、社会は少しずつ変わってきた。私だってただの長崎の一人の少年に過ぎませんでした。でも戦争の地獄を見て人間らしく美しく生きたいと決めた。それを歌い演じ語り続けただけです。でそれでも誰か一人でも生き方を考え直したと言ってくださる方がいる。たったそれだけでも戦争で死んでいった人たちに少しは顔向けができる気がするんです。で皆さん一人一人が同じことができるんですよ。大きなことをする必要はありません。今日一日の言葉を少しだけ柔らかくする。目の前の人を少しだけ大事に扱う。自分の卑しさを少しだけ笑いながら反省する。それだけで社会の空気は変わっていきます。品格というのは特別な人のための飾りではありません。生きる人すべての最低限の身だしなみです。最後に一つだけ意地悪なことを申し上げます。であなたが誰かを見てあの人下品だわと思った時、その瞬間あなたの心もきちんと試されてるんですよ。ああはなりたくないと反面教師にできるならそれは品格への一歩。でも自分はあれよりマシと優越感に浸ったらその時点で同じ穴の無地なです。どうせなら自分の心を磨く方向に使いなさい。その方がよほどお得ですし美しい。というわけで本日の結論、品がない国は必ず貧しくなります。どれだけ数字の上で裕福でも人の心が荒れていればそれはもう滅びの準備運動です。皆さんどうぞ流行や世間の声に振り回されず自分の中の静かな品格を育ててください。それが社会を少しだけ明るくする唯一の魔法です。ではごきげんよう。